苦いピーマン。それは人類が到達した野菜文明の試練の頂点である。人は火を発見し、車輪を発明し、宇宙へと手を伸ばした。しかし、弁当箱の片隅に静かに潜む、あの緑の苦味に対してだけは、未だ完全な勝利を収めていない。子供たちは言う。なぜ、これを食べなければならないのか。だが歴史は語る。人類の進歩とは、ピーマンを前にしても、逃げない勇気の積み重ねであると。これは、人と苦味の、長く、そして、無意味に静かな戦いの記録である。第一章、苦味という存在。ピーマンが問題なのは、なぜか。答えは、驚くほど単純である。苦いからだ。しかし哲学とは、単純な問題を必要以上に深く考える学問である。ここで一人の哲学者が登場する。哲学者、デカルトマト・デ・サラディ。我、苦味を感じる。故に、ピーマンあり。人間がピーマンを嫌うのは、単なる味覚の問題ではない。それは存在の問題である。なぜこの世界には甘いケーキではなく、苦い野菜が存在するのか。人類は長い間、この問いに答えられないまま、給食の時間を迎えてきたのである。第2章、苦味の科学。では、敵を知ろう。ピーマンとは何か。その答えを求め、科学は静かに立ち上がった。科学者、アイザック・ピートン・ペッパー。すべての苦味には、等しいしかめ面が生じる。研究によれば、ピーマンの苦味は、ピラジンという成分によるものだ。つまり科学的に言えば、ピーマンは苦い。科学は、ここまで来た。さらに観察すると、奇妙な事実が浮かび上がる。栄養がある。体にいい。だが、子供は嫌う。この矛盾こそ、ピーマン文明の革新である。第3章、火と油の戦略。敵を倒すには、戦略が必要だ。歴史上、偉大な戦いはすべて、調理から始まっている。軍事戦略家、ナポレオン・ボナペパロン。戦いとは、火力と油の芸術である。つまり、炒める。肉と一緒に、油で、濃い味で。すると奇跡が起きる。ピーマンは、ただの苦い野菜から、まあ食べられる野菜へと進化するのだ。これは料理史における偉大なる軍事作戦。その名も、チンジャオロース作戦である。第4章、慣れの哲学。だが東洋の賢者は、別の道を説いた。戦うのではない。受け入れるのである。東洋思想家、孫ピーマ。敵を変えようとするな。己を変えよう。つまり、慣れる。最初は苦い。2回目も苦い。3回目も、やはり苦い。しかし十数年後、人は突然気づく。あれ？ピーマン、うまくね。この瞬間、人は大人になる。文明とは、苦味になれる能力のことである。第5章、苦味の真理。そして最後に、ある思想家が真理を語った。哲学者、フリードリヒ・ニガーチェ。苦味を愛する者だけが、人生を愛する。人生には苦味がある。失敗、後悔、そして弁当に入ったピーマン。しかしその苦味こそが、味を深くする。甘いだけの世界は、デザートで終わる。だが苦味のある世界は、料理になる。人類は火を使い、科学を生み、哲学を築いた。だが最後に残る問題は、きっとこれだろう。ピーマンは、体にいい。でもやっぱり、ちょっと苦い。そして今日もまた、世界のどこかで子供が言う。これ、食べなくてもいい。ピーマンとの戦いは、終わらない。